じゃあ、ティムマスターズ&フォーエバー22の発表を始めます。東京大学の高安玲奈です。今回初めて参加させていただいております。今回私たちが着目したのは、津波被災地の避難はなぜ遅れたのかということです。被災地の都市部の混乱を見るようなアプローチっていうのは結構多いんですけれども、あえて沿岸部で津波から逃げる人の、流れっていうのを見ようとしたのは、それがまたいずれ訪れる震災において人の命を守るということに直結するからです。で前輪のデータから 250m メッシュごとの人口変動の様子を得て Google マップ上に可視化し、津波の浸水ラインや避難所のデータと合わせながら今後の災害時において重要と思われることをいくつか提言したいと思います。モデルケースとしては今回岩手県の大槌町を選びました。理由についてはここに書かれている通りです。これが実際に前輪の人口密度データを Google マップ上に可視化した震災当日の動画で、赤いラインが、津波到達ラインで、黄色の枠内に見られるのが、これが川沿いで役場とか病院とかがあって、日中には人が集まるのが見られます。地震発生が2時46分、気象庁からの速報で津波の高さ見積もりは当初は岩手県で3メートルでした。で大槌町っていうのは堤防が 6.4 メートルありますから、その時点では動かなくて良いと判断した人も結構いたみたいで、わざわざカメラを持って堤防の上まで海を見に行った人とかもいたみたいです。でこれが次の、4時台の画像なんですけれども、すでに人は川沿いからだいぶ離れているのが分かります。で地震発生からおよそ30分後に気象庁が当初の予想を初めて情報修正したんですけれども、その時点で第1波っていうのはすでに各地に到達し始めていたんですね。で大槌では堤防を乗り越えて町に波が押し寄せてくるまで30分強の間に運命が決まったというふうに言えます。小さな町なので町中からまっすぐに町中からまっすぐ高台に向かえば10分もあれば安全な位置に登ることができるのではないかと思われるんですが、これはある被災者も高台に避難するまでの実際の経路なんですけども、こんなに複雑な移動をしているんですね。で、運命を分けたこの30分の間の人の動きというのがもう少し細かいスナップショットで追うことができれば、例えば亡くなってしまった人がどのように行動していたのかとかっていうことを知ることができれば、今後の防災にも生かすことができるのではないかと思います。で津波到来後というのはあまり大きな人の変動は見られないのですけれども、徐々に人が減っていくのが分かります。また、先ほども言ったようにこのデータというのはもともと携帯電話の電波を使って GPS の情報を得ているために、停電によって携帯電話が電池切れになっていて、翌日の朝にはこのデータというのはもう見られなくなっちゃって、位置情報というのが得られなくなっているのが分かります。このデータの最後の方を細かく見てみます。左側が、地震翌日未明の2時から3時で、右側3時から4時で、右の時間というのがこのデータの最後のデータになっています。で左の図をよく見てもらうと190っていう数がとても多いのが分かるかと、ちょっと小さいかもしれないんですけれども、それ以外にもいくつか半端な数字があるんですけれども、それらというのは右側の図が消滅してしまっている。これはどういうことかっていうと、おそらくこの半端な数字、例えばこのオレンジ色の丸がってあるの見えないかもしれないんですけど、92っていう数字があるんですけども、これはこの場合例えば29分で通信が途絶えてしまうと、これはちょうど60分の29、190をかけた分の、時間に比例する人数だけ表示してあるというふうに考えられます。だからそのような処理のプロセスっていうのはおそらくデータの匿名化とかを進めた結果なんだと思うんですけれども、この処理によってかえってもともとの人口の変化っていうのがこういう地方だと追えなくなってしまう。で、これらのデータからこの避難の様子を再現するのはかなり難しいと。でしかしこのデータを見ることで次の重要な2点のことが分かります。津波後12時間までは浸水領域にも複数の携帯電話信号があったことで、もう一つが個別の電話が何時何分に切れたかまで実は終えているのではないかということ。これらのことから以降の災害時における携帯電話を使ったいくつかの有効な利用方法を見ることができます。まず一つには携帯電話が3日間電池を持つ省エネモードに入るようにすること。何がいいかというと、無駄な機能を全て停止して、しかもGPS の電波っていうのも何分かおきに1回、5分に1回とか電波を送受信するだけにするようにすることで、例えば携帯電話は電波の悪いところの方が早く電池を消耗してしまうんですけど、今回のように早い段階で電波を受信できなくなっちゃったとしても、3日間は一応その人の位置を追跡できるようにする。でそのようにしていた個人情報っていうのを消防や自衛隊とか、あと親族の方に提供して捜索活動の補助とすることができる。あとはもう一つ、例えばヘリコプターで運べるような移動可能な基地局っていうのを用意してあげて、でそれぞれの携帯電話が被災者の人たちに避難とか救援情報っていうのをメールでも送信するようにすることもきっと有用になると思います。
でそのようなことを実施するために個人情報の保護法など地域規制を是として携帯電話情報を被災地域に活用させることが必要です。ポスターにはこういう内容もあるので興味がある方はぜひ見に来てください。終わります。ありがとうございます。大変どれも重要だったんですけども、今30分と面白くて、これ基地局のバッテリーの、ガイドラインが30分だったんですね。もしかしたらそれとの関係がある。そうだとすると、これ24時間に直すっていうのを今やってるので、そのことで今の一部は基地局側のバッテリーの寿命が少し変わるかもしれない。という27分大変面白かったです。はい、今先生おっしゃった通り、実際携帯電話のバッテリーを持っておりました。さらに発電機などから、携帯自体の電池もあったんですけれども、基地局自体が流された流出したというのもあります。それから基地局のバッテリーが切れたという、およそですけれども、1日程度は使えたようです。その後まるっきり通信が、混雑というのもあったんでしょうけれども、使えなくなったという、今おっしゃられた携帯電話自体の災害モードありますけれど、基地局というのも重要なところかと思われます。携帯会社さんのトラフィックデータと一緒に解析できればもっと良かったと思うんですけど。